あ、可愛い可愛い。こんだけ多色使いの織のものってなかなか見ることないと思うんで、なんかいいものを着てる人が現れた感じがする。で持ってそうで、これは持ってない、こんなの持ってない、こんなの持ってない。おはようございます。東麗です。今日はですね、今どこにいるかと言いますと、上原と八幡の間くらいかな、ここ。こんな感じのね。ですよね。何かと言いますと、あれですよ、明智くんが先シーズン一番好きだったブランドは何でしたっけ？セブンバイセブンです。セブンバイセブンですね。フラッグシップショップになります。この佇まいから優勝じゃない？ですね。ねえ、あと看板見る？看板、はい。はい。これ看板である。一応セブンバイセブンって書いてあるから、看板っちゃ看板じゃない。去年の8月にやったショーの見たやつがもう入っているということで、明智くんが見たいやつですね。行きましょう行きましょう。こんにちは。今すげえ炊いてる。こんにちは。すげえなんか炊いてる。なんか炊いてる。すみません。今回よろしくお願いしありがとうございま。ますす。デザイナーの川上さんです。じゃあ改めましてなんですけど、セブンバイセブンってどんなブランドって言えばいいですかね。そうですね、自分が、昔住んでたサンフランシスコ、ベース、そこから刺激を受けたものと、今の感覚にちょっとこうフィルター通してちょっとものづくりしていくような感じで、10代の頃にサンフランシスコに。そうですね、10代終わりぐらい、20代頭ぐらいにいたりして、そこでもうどっぷりどっぷりもう、勉強することなく古着の世界に、誰に教わることもなく、教わらないでたまたまそういう場所を見つけて一気に集まる場所があって、そういうのをたまたま見つけて、そこでずっと一人で本当現地のね、いろいろな人と、混ざってこう掘ってたみたいな。日本人は一人しかいないみたいな。へえ。でこれかっこいい、これかっこいいみたいな。そうですね、勝手な自分の感覚だったり、街の人が来てかっこいいなとか、そこでピックするので、感覚的なもんばっかりで、だからそんなにヴィンテージがどうのこうのっていうあれもなくやってましたね。もう自分が好きなのだけを。そうですね。でも結果的にそれがやっぱりね、いいもんだったりしてくるんで面白いなと思って、それがものづくりにもつながってるのかなと思いますけど。自分の価値観になってるんですね。そうですね、はい。でセブンバイセブンがこの間のショーでちょうど10周年。そうですね、10周年ぐらいです。はい。で満を持してこの店もできたわけですよ。そうですね、はい。そして早速見ていく。どっから行く？そうですね、今ちょうど入荷したてなんで、いろいろその土ショーの時に着てたアイテムをありましたね、ありましたね。まずこっちから。これはもう古着みたいな感じ。そうですね、あえてこうなめしの段階でレーザーをあえてきれいにしないっていうか、その皮本来の当たりとかをそのまま使用して作るので、一点一点ちょっとムラ感が出たりするのがそうですね。でもシルエットはうちならではのこうね、感じに持ってってるので。でパンツ。そうですね、パンツ。ワッフー。ショートパンツ。ワッフー、これ大好き。パンツも2種類。丈感も若干ちょっと変わってくるんですけど、ちょっと短いかな。そうですね。へえ、かわいい。レザーと刺繍のなんか印象はありますけど。確かに。この間ね、H ビューティー&ユースに行ってセブンバイセブン見てね、早速着てたもんね。こっちもこれもすごいの。この生地はどうなってるの？これもう最近ちょっとインドに行く機会がありまして見つけた生地なんですけど、これ全部糸が斬糸って言っちゃあれなんですけど、残った糸でこう作るので、一つとしてもう横で見てもらえばなんですけど、同じでもこんだけ柄が違うと。確かに全然違うんだ。そうなんです。作る方の職人によって全部変わってくるんで、それも面白さと捉えて、これ裏地が透けてるんですよね。でちょっと立体感というか膨らみが見えるんで、ちょっとファッとね。ほら細かい着てみる着てみようかな。すみません。今日皆さんわかりますが、今日私誰を意識してるかわかります？わかります？セブンバイセブンっぽい限りなく寄せていきました。お、可愛くない？すごいお似合いです。可愛い。そうなんです。いやでもすごいお似合いですね。ジーンズいいですね。ね、いいね。しかもこの生地他で見られないですしね。そうですね。こんだけ多色使いの織のものってなかなか見ることないと思うんで。でもたくさん色使っているのに、色が沈んでるからそんな派手しくなくない？しかも見て、ジップもオリジナルジップやで。これちっちゃいこだわり大事。でこれのパンツバージョンとコートもね、一個一個やっぱ違うんですね。そうですね。違うんですね。ちょっとこっち濃いめな、なんか赤が多めなと。確かに。サイズ違いで今 S と M ですかね。S と M。
だって絶対人と被んないんですもんねこれね。そうですね。ね、はい、すごくない？まあ選ぶ楽しさがあるっていうか。それも古着もそうですもんね。そうですね。なんか出会い的なものも感じてもらえば面白いなと思ってて。そして次は白っぽい感じ。そうですね。これはどんなこだわりが？これはウールとシルクを合わせて折ったもので、裏がこうシルクになってて、あ、本当だ、トゥルトゥル。で表はウールなので。へえ、いや着た時すごいスベスベするやつ。そうですね。肌触りは意外にいいと思いますね。2つこう織り上げてるので、こう表面にちょっとシルクの感じも出て、光沢感も若干出てるんですよね。でもそこまでいやらしくはなんないというか、こっちの。普通の形なんだけど、でもよく見ると違う。近づくと分かるって感じです。そうですね。はい、近づくとあれなんかいいもの着てる人がいるみたいな。はい、あ、でもちょっと可愛くない？生地がちょうどすごい独特なこうなんですかね、感じがあるから大きくても。ね、あ、しかもすっごい着心地いいよ。いいですか？ずーっとこう回していたい。当てていたい。当てていたい。これ例えばなんか独特な感じ。ね。今の現行にもないし古着にもないし、なんか本当どこのちょっと空中に浮いてるみたいな服作りですね。そうですね、多分。ね、なんか軸足がちょっと浮いてる感じ。あ、これもなんかちょっと生地が不思議。これも定番的にこの形はすごい人気で。はい。どや。どうです？お似合いです。かっこいい。2、3メートルくらいの距離から、なんかいいものを着てる人が現れた感じがする。形が古着っぽいのに、あれなんかちょっとこの人なんか違うわよっていう感じのものづくりになっております。こういうことしたいですよ。デニムデニム？でも絶対汚すよあんた。これはこれもオリジナルで作った、ウール100の生地ではあるんですけど、独特なちょっとそういうのもデザインにちょっとうまくいろいろ取り入れてどこ古着とかであったとか？そうですね、そういうのが結構横から見るとこのカッティングの切れ方なんですかね、あ、本当だ。後ろストーンと落ちてるんですけど、こっちストーン、こっちくるみたいな。へえ、面白い。あとこれも取ると襟になる、なんかフェイスが変わるんですよ、解禁に。ああ、本当だ。気づかんかった。ちょっとこういうディテールよく80年代とかの古着に多いんで、なんかそういうところからインスピレーションを受けてですかね。服知ってる人が作る服だなって思った。で、同生地のパンツもあるでよと。セットアップが多い気がする。そうですね、なんかセットアップ好きかもしれないですね。あら、自分着てないですけど、セットアップな着ないのに。そうですね。着ないからこそね、なんかこうイメージ湧くっていうか、わかんないけど。あ、これまた風合いの良い。そうですね。これも無染色ラインっていうか、それもそうなんですけど、これ染めてないんですよ。コットン100なんですけど。染めてないの？染めてないんです。でも茶色いよ。茶綿っていうところの部類で濃度違うものを集めてなんでなんですけどね。だからちょっとムラがあるっていうか。そうですね。なんかこうこれも染めてないの？白系の無染色、染めてないコットンと茶綿を混ぜてチェックにしてるっていうか。すごくない？超オーガニックでございます。肌触りっていうかは染めてないならではのコットンの。だからこんな柔らかいんだ。あ、これかっこいいやつ。これかっこいいやつ。この紐とこれもかっこよくないですか？そうですね。これはルースターキングさんっていうアメリカ時代に知り合いになった先輩なんですけど、その方に全部手でこうレザーをバッグが作っていただいて、それこそこの前のショーで使ったバッグを作ってる方ですね。あ、これがそれみたい。もうオールハンドメイドで、もう絵から描いて全部カービングでこう叩いたりこう立体にさせていくんですけど、ものすごく時間かかりますし、ショーでも印象的でしたね。そうですね。結構パッと見女性っぽいんですけど、男性も足しても面白かったっていうか、でもこのアイテム自体は40年代の型があるんですけど、時代超えても新鮮に見えたのが面白かったなと思って。ねえ、時代を凌駕したものづくりですよ。私このイメージもあります。そうですね。それが多いかもしれないですね。これはどうなってるんですか？古着のプリントネルを、あえて裏面を使用してネルシャツの裏？そうですね。表だとすごく強くなるんで、色が強くなるんで、プリントネルだとこう染み出てる部分のなんですかね、この薄さがちょうどいいんで着やすくなるかなと思いつつで、そういう風にちょっと変えてますね。こんなにパッチワークします？これはちょっとすごいと思いますね。あ、かわいい、かわいい。このちょっとポロンとたまるやつかわいくないですか？あと手もちょっと
ポワンポワン。そうですね。女性でもいけますね。そうなんですよ。いけるね女性が結構意外に反応あったりするんで、でこっちがブルー系ではい、そっちが赤系ですね。赤系もあるよと。はい。なんかでも全体的に淡い感じします。川上さんの目の色と一緒。目の色。目の色いや、見なくていい。ちょっと恥ずかしいけど、大丈夫です。そう淡いの。そうそう色素薄い系なんですね。これはネルシャツをバッグにリメイクしてます。ね、エルシャツをバッグにリメイクあった。あったあったさん騒いでました。そうだそうだ、ほらここが閉じちゃってるからそうです。いろいろ入るよと。ここ開ければ結構大きいの入るよと。で、ここでこういう風にボタン止めれるんで。あ、なるほど。蓋になりました。好きそう。わかるよ。それも選ぶ楽しみっていうか。選ぶ楽しみ。川上さんの優しさを感じたのはここの当たる部分ってさ痛いじゃないですか。ちゃんと当て布ついてる。裾の部分をそう、ちょうどそこがダブルになるんで。ここ痛くならないやつ。重いもん持つとここギュってなるでしょ。痛くないよ。で皆さんちょっと気になっている人も多いだろう。この網は何ですか？これはこう見えてっていうかレザーでやった枕目という編み方でやってるんですけど、レザーなんですよこれ。レイさんショーの時に相当気になってましたよね。そうですねえ、なんだこれどうなってるのって言ってたもんね。レザーなのか何なのかって言って。それももう手でオールハンドでのレザー紐を編んで枕目っていう柄なんですけど、よく見てもらうとこう本当にうわこれして、はい、似合うな。すごい素敵。来たらさらっと着れますね。見るとすごく癖あるなと思ったけど。そうなんです。意外にこう意外とさらり。今日着てきた感じがまたすごい全部マッチしてそうなんですよ。そうなんですよ。こんなのメンズ着てたら惚れるやん。ねえ、かっこいい。着る？ちょっと着てみる。おー、やっぱりさ私の方が似合うね。はっきり言う。明智さんこういうフットボール型とかの方がまたこういう確かにメッシュをこれで再現してるみたいなんですか。なるほど。そうなんです。言われてみればパンツもあるみたいな。パンツもあるでよと。やだ。そうなんです。そういうちょっとこう考えになっちゃうっていうか。神々の遊びですよ。おー、かっこいい人来た。こういうことだ。はい、君それかっこいいよ。これが黒と白と紺色。はい。うわあとロングのパンツバージョンも。うわ、ロング作ったな。そうなんです。作ったな。古着もさしてあります。古着とミックスしてすごいなんかさ馴染む服作りですもんね。そうですね。なんかオリジナルだけよりもお店でいろいろこうねあった方が面白いなと思って買われるものがあると。組み合わせで不定期でたまにその古着もそうですね。コーナー作ったりはしてるんで、なんかそういうのも混ぜつつで、はい。まあ全部じゃなくてっていう。そうですね。抜け感を持ちつつ、これも。ちょっとね柄が分かりにくくなって本当は、チェックこう作ってるんですけどバファローチェック作ってるんですけどこれも分かりにくいと思ったんでこれが実はあってこれユーロワークのこのヴィンテージあるじゃないですか、はい、これもジーンズと一緒で着てる人によって色落ち感が全部違うのがあるじゃないですか。だからそれをもう薄いのと中間色でそれをパッチワークにして生地を作った。こういう感じの色ワンツースリーを全部解体してもう一回生地にしたという。そうです。バファローチェックを作ったっていうね。で結果普通のチェックに見えるっていう。そうで誰も気づかないっていう。俺のかけた手間暇時間がもうそうなん自己満みたいな。もともとだいぶ大きくはしてるんでアウター的に着れるようにっていうのがあって。もう裏地がついてるので、ちょっとシャツアウターみたいな感じですかね。でも可愛いやん。可愛いやん。でっかいのガサーキンの可愛くない？可愛いですね。ねえ、ちょっと襟抜いたりとかして、あと生地が張りがあるからこのポコン可愛くない？ポコン。またパッチワークみたいな。でもパッチワークだけれどもこれはどうなってるの？これもインドで作成した生地なんですけど、素材が全部違うんですけどコットンだったりレーヨンだったりリネンだったり入ってるんですけどそれをミックスしてパッチワーク作りまして。生地だけ見るとすごいフェミニンなものもあるのに、仕上がりだけで見ると結構こう武骨感ちゃんと出るのすごくない？ですね。ね、そしてやっぱり柔らかい優しい感じしません？しますね。します。川上さんの目の色みたいに。目の色みたいに。もうだからいい。
絶対いじるからパンツも、あ、違う、これ別型と、はい、そうですね。別型はがありつつのパンツバージョンもあるよと。い。はい。次はこれ一番私気になってたやつですね。発狂してましたよね。ね、あーみたいな全部刺繍なの。手刺繍でございます。すごくない？はい細かいよ。普通にさ文字書いてあるじゃん。文字の上のここのちょっとキラッとしたところまでちゃんと入れてあったりとか、そうなんですよ、この数字から。この数字とか本当なんかプリントしたらいいじゃないいいじゃないっていう、そうですね。ね、それわざわざそれ裏返すとより面白いですよね。裏返す、裏返してきても良さそう。ショーの時はこれは裏返しにしたのと表違うのは表にしました。確かにあったでも裏もこんなくらい綺麗ってことはすごい刺繍上手な人が作ってますよね。そうですね。で、これも職人がそれぞれ違うんで、結構やり方が違ったりとかで面白いんですよね。特徴が結構それぞれ出て面白いです。人によって性格はい、出ますね、すごい。可愛くない可愛くない可愛いです。もう可愛い。このそれないの女性の方がいいんじゃないですか。でも遠くから見るとわからない、刺繍かわかんない。わかんない。近くに行くとやばいの着てる人っていう。立体感。可愛い。寄りたくなると。寄りたくってなる似合うな、持ってそうだな。持ってそうだね。でも持ってそうで、これは持ってない。こんなの持ってない。こんなの持ってない。こうやって古着もありますよ。でも本当にこういうプリントの上に刺繍してるってことです。あ、なるほどね。そうですこの上にやってくださいと。うわ、この古着とかもやばいのありますね。可愛いんです。それもやばいのね。カスカスのやつ。可愛い。カスカスシリーズです。確かにカスカスシリーズ。生地も古いやつペラッペラのペラッペラのやつ。ペラッペラの。で、あ、またテンション高いやつが。またテンション高いやつが来これもねショーでありた。ましたよね。ありましたね。これもデニムの色違いのもので柄を組み立てていくみたいなので、チマヨとかの柄ですね。この柄をそうデニムで再現したと。そうです。すごくない？バッグも後ろがすごいかも。はい。この感じ。古着屋さんとかは多分見覚えはあったがっていう。そうですね。一個一個やっぱ柄違うんですそうですね。ねほえこのー。色の出方がね違うんで、やっぱ見え方がねね違いますよね。ああいうこれすごくないですか？そうなんです。一個一個もう全部またこう違ってくるんで、へえ。もう職人さん泣かせでございます。これは本当に。ねえ、本当俺やるんだみたいな感じでうわ俺回ってきたみたいなあげちくん着てみる？あ、着てみましょうか。着てみましょうか。いいものを着てる人がいる、ね、後ろ見て。おお、かっこいい。後ろ姿かっこいいよ。私多分ね、後ろ姿歩いてる見たら追いかけるよ、キャーって言ってでとりあえず顔確認するっていうで、あ、大丈夫みたいな大丈夫通常営業だったみたいなこれもぶっ飛んでます。これは古着何ですか？これ古着。これやばくないですか？やばくないですか？あ、スパンコールみたいなやつ。スパンコールいっぱいついて、なんか馬の刺繍とかあったりとかよく見つけますね。着てもいいですか？着てもいいですか？似合うんじゃないですか。今のところまあね。アメリカ野郎が。アメリカ野郎ですよ。あ、でもかっこいい。アメリカ野郎ですよ。めっちゃ似合うんですよ。なんすかアメリカ野さす郎。がっ合うすね。合う合う。アメリカ野郎聞こましたよ。超かっこいいよそれ。アメリカ野郎だね。アメリカ野郎だね。こういう帽子かぶりたい。でも下ベーシックなのいい。いい。パンツとデニムだけっていう。ここだけアメリカ野郎。皆さん、セブンバイセブンの店としてもとてもいいけど、古着屋としてもめちゃめちゃいいですね。いいですね。やばいのいっぱい置いてある。出会えないですよ。これ出会えないですね。仮に私が古着屋さんだとしてもピックアップはあまりしてこないから買うかな、誰が買うかなみたいな。それがいいなと思って。わかります。その貼ってあるのもね、これは前の持ち主の好きだったんでしょうね。趣味が伺い知れますね。レッドゼッピン。レッドゼッペリンもうエイリンからメタリカまで。めちゃくちゃだもん。スリムのせいやもん。そうだね、幕の内弁当みたいになってるね。あとはオリジナルも入ってオリジるんで。ナルもう思い出したようにオリジナルがありますね。ちゃんとしたよね。そう落ち着く感じ。これ見た後、やっぱ普通っていいなっていう感じ。着れるように作ってくれてるっていうのがすごい。優しさですよ。そうですね。は
はい、このお店だけじゃなくて2階にそうですね。はい不。定期でちょっと古着をちょっと販売したりするイベントもやってるみたいなんで、ちょっとだけ覗いてみたいなと思います。します。はい、今お店の2階にいるんですけども、こんな感じになっております。結構結構物量ありますね。ありますよ。靴も結構あるし、バンズあたりが結構多い感じですかね。いろいろ。はでメキシカンパーカーがあったりとか、メキパですね、メキパ。おお、これはなんか川上さんのルーツがちょっと伺い知れるというか。い。そうですね。たまにこういうの見せてもいいのかなと思いつつ。実際販売もされてる。あ、そうですね。これからちょうどやるんで、はい、見ていただいて。なんかいい感じのやり感があるというか気の抜けた感じがいいですね。ペラ生地でいうとこんな感じとか、これもいい生地ですね。そうですね。ペラーな感じ。あー、好き自分で作ったんだろうな。そうですね。ねえ、でもまあ古着好きな人が好きなやつもありますね。そうですね。こういうのね、謎のこの読めないやつね。ねえ、ここはここで掘る楽しみがありそうですね。その掘るっていう感覚はいいですよね。そう言っていただけるのに。なんかちょっとスリフトっぽいというか。たまに気まぐれでっていうそうです感じですね。ね。毎回並ぶものも変わりますし、その時のあれで、はい、変わりますんで。なるほど。はい。インスタとか見たら情報で出してそうですね。告知させていただくんで、それで、はい、来ていただけたら。はい、いろいろ見させてもらったんですけども、セブンバイセブンの魅力がちょっと伝わりました。私、はい受け取りました。しっかり受け取りました。ありがとうございます。一番の魅力は優しさ。あなんか全体的に服の作り方優しいですよね。なんか優しさが漏れ出てる感じの作り方するなっていう、トゲトゲしさがないっていうか、丸い感じ。川上さんの人柄が出てるんですよね。ね、目の色とかね。いや、もう大丈夫。どんだけでもいじりますかね。明智くんどれが一番良かった？最初のカラフルなやつ。スケスケのやつね。うん、あれも良かったね。私は T シャツかな。でしょうね。あれは一番やり散らかした感じがしていい。あれはいい。他に見られない。はい、皆さんどのアイテムが気になったでしょうか。ぜひコメント欄に書き込んでおいてもらえたらなと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。かわいい。